皆様こんばんは、なおです。いかがお過ごしでしょうか。この日はお仕事終わりにちょっと春っぽい可愛らしいお花を買って帰りました。なんか春に近づくにつれてお花を飾りたくなるのは私だけでしょうか。今回はスプレーカーネーションという花の種類のものを買ってきました。すごい春らしくって、もう見てるだけで乙女な気持ちになります。可愛いですよね。お花も春っぽくなったところで、ちょっとお部屋の中も春っぽくしたいなと思って少しずつ模様替えをしていきます。今日のおすすめの本は白鮫さんの白熊日記です。読んでるとね、これあったかい気持ちになるんですよ。ぜひ読んでみてください。ひとまず飾り棚の雰囲気はこんな感じになりました。今日の動画はですね、引っ越しシーズンということで、これからちょっと一人暮らしのあれやこれやを語りたいなと思っているので、夜のお茶の準備をしています。はい、というわけで皆様本日もお疲れ様でした。ね、今日も一日長かったですよね。どんな一日をお過ごしでしたか？最近インスタグラムの方でアンケートを実施させていただいたんですけれども、やっぱり今の時期新生活なのか一人暮らしについていろいろ教えていただきたいですっていう動画のリクエストをたくさんいただいたので、今回はちょっとゆったり夜のティータイムを楽しみながら、ちょっと私の一人暮らしのコツというか物件探しのお話でしたり、一人暮らしのお金事情、あとは自分が決めたお家で毎日をどうやって心地よくご機嫌に暮らしていくかっていうことをお話ししたいなと思います。ちょっと忘れちゃうのでいろいろメモしてきたので、メモを見ながらお話しします。私は7畳ワンルームのお家に住んでいまして、ちょうど引っ越してきて1年経ちました。初めての一人暮らし、すごく不安ながらも本当にいいお家を見つけることができました。本当に毎日もう早くお家に帰りたいっていう思いでお家に帰るのが楽しみに帰るぐらいなので、本当にこのお家を見つけてよかったなっていうふうに思っています。で、そんなお家の探す時の物件探しのエピソードとしては、まずやったことが、まずお家探しの際に自分の理想の物件の条件を細かく10個以上は書き出しました。一応担当してくださった方がかなり素敵な方で、私のそのわがままに沿った物件を2件に絞ってくださいました。営業の方曰く、これからその引っ越しシーズンに差し掛かるところだったので、たくさん物件を見すぎるとかえって迷ってしまう方をたくさん見てきましたっておっしゃってたんですね。そうなので、ちょっといいお部屋があったとしても迷っていると取られてしまう前に物件数を少しだけに絞るっていうのも一つの手かなっていうのは思います。で、なんか私のその雰囲気とか私の理想に近い物件を2つに絞ることで比較しやすくしてくださったのがすごく逆にありがたかったですね。で、その2件をすぐに内見に見に行きました。その際に、女性スタッフの方の意見も聞きたかったので、私担当の営業の方、女性スタッフの3人で内見を見に行きました。それでなんと1軒目がこのお部屋だったんですね。1軒目で決まっちゃったっていう。逆に2軒目に見たお部屋が床の色がすごく暗かったんですよ。あの時確か2軒目のお部屋がカウンターキッチンで結構構造的にはすごく理想的だったんですけど、床の色が結構濃いブラウンだったので、
ちょっと暗いな、怖いかもっていう印象があって、出発目に見たここのお家は床の色がオフホワイトでとっても明るいナチュラルな感じの雰囲気だったので、夜暗い状態で見てもなんかいいなって思ったんですね。で、多分この物件はすごい素敵だから取られちゃうんじゃないかなっていう直感も働いたんですね。で、その日のうちに仮予約をしました、ここの物件を。で、その日は夜で真っ暗だったので、昼間の明るい雰囲気が見たいなって思って、後日に昼間の様子を見て、暖かい光が差し込むのがすごくよくって、ここにしますとっていうエピソードがありました。いや、本当にあの時は結構長期戦になると思ってたんです、自分の中で。これは1ヶ月以上はかかるなっていうのを覚悟してたんですけど、まさかの1日で決まっちゃうっていうことが起きてびっくりしましたね。物事がトントンと決まると人生が好転しているんじゃないかなっていう予感もして、すごく不安だったんですけど、これからいいことがどんどん起こるぞっていうのを信じて、そういういいことばっかり起きるんだっていうことを感じることもできたので、本当に良かったですさっき言った条件の中で特にここは妥協しなくてよかったな、ここはやっぱり絶対っていう強い意志を持ってよかったなっていう条件が、まず一つ南向きっていうところ。これはもう本当に太陽の光は大事です。はい、朝起きておはようって言ってカーテンをバッて開けた時に暖かい光が差し込むだけで、もう今日一日すっごいいい日になるっていうパワーをもらえるんですね。南向きで暖かい光が差し込む日の当たりのいいお家はやっぱり心と体の健康にもすごく大事なことだなって思いました。で、次が、これ結構重要で、ゴミ収集の仕方が綺麗かどうかっていうのは結構確認した方がいいなって思いました。これどうしてかというと、自分のお家の周辺の治安の良さだったり、住んでらっしゃる方の民度とかが現れやすいです。できればそのマンションアパートにちゃんとゴミ袋が入れれる大きいボックスがあるのが一番理想的です。逆にゴミ収集のそういう置き場所とかボックスとかがないところは結構ゴミ袋が散乱しやすくって、ちょっと治安が悪く見える時があります。なんかちょっとカラスがつっついていたりとか、なんかそういう現場をよく見かけるので、自分が住む環境っていう面でとっても大事だなって思うので、そういったところの環境面を見ておくのもいいんじゃないかなって私は思います。あと最後ですね、コンビニ、スーパー、病院が歩いて5分から10分ほどの距離にあること。やっぱりあるとないとではもう快適度が違います。自炊をする私からすると、いろんな種類のスーパーが割と近くにあって、今日はどこのスーパー行こうかなっていう選び方ができるのがすごくありがたくって、スーパーがほんと近くにあるだけでかなりの節約にもなりますので、病院はね、何かあった時にすぐ駆けつけられるようにした方が絶対的にいいので、コンビニ、スーパー、病院は近くにあった方がいいかなと思います。妥協した点なんですけど、まず一つ、木造建築であることです。で、これは、私がベースを習っていることもあって、防音にしたかったんですね。できたら鉄筋コンクリートにしたかったんですよ。なんですけど、その担当の方が、このお家の窓は二重構造になっているから、ある程度音漏れとかはないから安心してねっておっしゃってたので、大丈夫なんだなっていうことで妥協できました。もう一つは築年数を妥協しました。私築3年から4年ぐらいのちょっと新しめのお家が良かったんですよ。担当の方が築10年でもまだ全然綺麗だよって言ってくださって、それはどうしてかというと、築10年の間にまだ 2,3 人しか住んでいないっていうことになります。築10年以内は綺麗なんじゃないかなって思います。ちょっとね、場所とかお部屋にもよるんですけど、1から3、4年ぐらいじゃなきゃ綺麗じゃないのかなとか思ってたんですけど、全然綺麗ですここは本当に妥協したことによって見つけ出したお家なので、ここ
は本当にいい意味で妥協できてよかったです。だから本当に営業の方にすごい感謝してます。ありがとうございます。本当に。あと一つが、プロパンガスを妥協しました。これは私前住んでたお家都市ガスだったので、ある程度の金額は把握してたんですね。プロパンガスやっぱりね高いよって担当の方が言ってたんですよ。で、ちょっと正直プロパンガス値が張るの不安ですって言ったんですよ。そしたら本当にねありがたいことにその担当の方がここの大家さんに私のそのプロパンガスが高いのがちょっと不安だっていうことをお伝えしてくださったんですよ。伝えた後に大家さんがじゃあ家賃をちょっと安くしてあげるって言ってくださったみたいで、お家賃をお安くしてもらった代わりにプロパンガスは頑張って支払おうっていうことになって妥協できました。いや本当に担当の方があまりにも素敵で優秀すぎて、もう本当にありがとうございます。本当全部をいい意味で妥協することができたので、もうその自分の条件と妥協点を全部納得した上でお家を選ぶことができました。本当にいい出会いでした。担当の方もこのお家もすごく不安だったんですけど、大丈夫だな、なんとかやっていけそうだなって思えた瞬間でもあったので、ぜひ皆さんもお家選びの際に担当の方とよくご相談して、自分の直感でいいな、このうちがいいなっていうところを見つけてもらえると嬉しいなって思います。はい、で次は一人暮らしのお金事情についてちょっと私から本当私個人の費用についてちょっとお話ししたいなと思います。引っ越しの初期費用なんですけど、お家賃2ヶ月分なので最初の、引っ越しの初期費用はいろいろ手数料とか含めて17万ぐらいはかかったかなと思います。で引っ越しをする際に家具が必要なんですけど、大型家具しか買ってません。で私が買ったのは冷蔵庫と電子レンジとベッドと洗濯機ですね。大型家電のこの4つだけしか揃えてないですね。あとは前のお家から引き継いできたもので、ゲーミングモニターとかこたつとかは後々自分が欲しいなと思って追加したので、ちょっと予算の中には含んでいなかったんですけど、ひとまずその大型家電は、Amazon のスマイルセールというのがありまして、1ヶ月の頭とかによくAmazon で開催されているセールがあるんですけど、すごいいいタイミングでそのセールでたまたま全部の家電が安くなっていたので、4つの家電で10万以内に収まった記憶があります。そうかなり予算よりもお安く買えたっていうのは本当にでかかったなと思います。3月にもねまた Amazon でセールがあるみたいです。新生活のセールかながあるみたいですね。で、皆さんがよく気になってらっしゃる私の1ヶ月の一人暮らしの固定費用ですねをお伝えすると、食費なんですけれども、食費は多い時で2万ですね。2万円程度、ほぼ毎日自炊してお弁当も持ってきているので、外食とかしなければだいたい1万5千から2万円に食費は収まっています。ありがたいことに田舎の両親からお米やお野菜をもらうこともありまして、いや本当に親孝行頑張りますありがとうお父さんお母さん娘は元気にやってますありがとうございます。あとはもう消耗品とか、なんかねシャンプーとかそういうで日常生活に使うトイレットペーパーとかはだいたい1万円ぐらいかな。私ベースの教室を通ってて、それが1万6千円ぐらいなので、だいたい本当にざっくりなんですけど、ざっくりだともう12万から13万程度
の1ヶ月の生活費です。これが本当にトータルの生活費になります。なので本当に贅沢をしなければ12、3万とかで私は頑張ってやりくりできます。でプラス自分にそのご褒美だったりお洋服とか自由に使えるお金を2万とかにして、多い時本当に多い出費で15万とかですかね。それぐらいはかかっちゃうかなと思います。ちょっと交際費とか含むともうちょっとねかかるかもしれないんですけれども、私のお金事情はそんな感じになります。最後にこのお家に来てから本当にどれだけ辛くて寂しくって苦しいことがあってもまた立ち上がることができているのはこのお家のおかげだと本当に思っています。このお部屋のおかげだと心から思っています。まず一つがお気に入りのものに囲まれて暮らすということはやっぱり大事だなって思います。皆さん新生活で家具を買うと思うんですけど、長く使う、長く愛して使いたいっていう風であれば妥協せずお気に入りのものが見つかるまで探し続ける方が私はいいかなって思っています。愛着がやっぱり大事だと思います。物を買う時もこれでいいやっていうよりこれがいいっていう方が長くそのものをいいな、やっぱり買ってよかったなって感じながら生活する方が絶対的に豊かだと私は思っています。なのでね、物を選ぶときは自分のお気に入りのもの、女性とかだとときめきとかで選んでいいんじゃないかなって思っています。あとよく私のお部屋を褒めてくださる視聴者さんがたくさんいらっしゃってありがとうございます。本当に嬉しいです。励みになります。で、お部屋を可愛くするコツとかおしゃれにするコツとかたまに聞かれるんですけど、正直あんまりないですね私はデザイナーとかでも何でもないので、ただ好きなものをひたすらに散りばめているっていう感じです。なんですけれども、こだわりとしては色味と素材ですね。ベースとなる色が2色あって、まずオフホワイトとあとはベージュですね。この2つを土台にしています。でアクセントのカラーをオレンジ色にしています。私のルームツアーの動画とか見ていただくとすごいわかるかなって思うんですけど、オレンジ色を差し色にしています。私オレンジ色が実は一番好きな色で、ちょっとくすみがかったオレンジが一番好きなんですね。なのでそのオレンジ色を差し色に物を散りばめるっていうのをすると自分らしさが出るのとお部屋に統一感が出やすくなるので、私は結構ベースの色を2色と差し色1色、これを好きな色にすると割とおしゃれに見えるんじゃないかなって思っています。であと素材は私は木製が大好きなんですね。見ての通りもう木まみれ木まみれです。本当に木の温かいぬくもりがすごく好きなので、選ぶ家具のほとんどが木製になっています。色味とかね揃えるの難しいわって思うこともあるんですけど、なるべくちょっとアンティーク寄りの木製を選ぶようにしています。あとはやっぱりこれからも大事に使いたいなっていうもの、私すごいお気に入りの食器がたくさんありまして、それこそ今使っているこのねコップだったりとかお皿とかあるんですけど、これも、飲みの市で出会ったりだとか旅行に行った時に出会った食器だったり、いろいろなところで自分のときめいた食器たちや小物、雑貨類をかき集めて、本当私の宝物みたいな、宝箱みたいな、お城みたいな空間にしているんですけど、自分がやっぱりこれがいい、この食器すごく好きだっていうものを選ぶとやっぱり暮らしが楽しいです。これを使うとなんか居心地がいいなとか、なんか癒されるなとか、ちょっと今日コンビニでスイーツを買ってきました。でも自分の一番お気に入りのお皿でそのスイーツを盛り付けるだけでもう特別なものになったりするんですよそう、私結構そういうのを大事にして暮らしています。
そういうのも大事だと私は思うので、ぜひ皆さんなりのこだわりを持って暮らしを楽しんでいただけたらいいなと思っています。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。後で食器の方は紹介します。乗らないね。はい、というわけで最後に私のお気に入りの食器やマグカップ、調理道具などを軽く紹介したいと思います。ちょっとね、これたくさんありすぎて全部紹介すると1日以上かかるので、すいません、ざっくりで失礼します。特に私はおやつの時間をとても大事にしているので、その時の気分に合わせたマグカップ類が特に多いですね。これも飲みの市や旅行先で出会ったものがかなり多いです。これ女子の一人暮らしあるあるかわかんないんですけど、なんか知らないんですけどマグカップとかめちゃめちゃ増えませんかね。あれ謎現象ですよね。そして最後は私が普段から愛用しているキッチンツールたちですね。ここは特に買い替えたりとかはしていないものばかりですね。ずっと愛用しています。もうこれは定番中の定番かもしれないんですけど、無印のシリコンシリーズ素晴らしいです。あと手をあんまり汚したくない方はこのミニトングもおすすめです。お味噌汁を毎日飲む私にとってこれはもう外せない調理道具になります。はい、というわけで一人暮らしのあれやこれやをいろいろと語ったり紹介したりしましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと新生活ね、不安なことたくさんあると思います。その気持ちすっごいよくわかります。新しい環境の中でね、不安に思ったり、ちょっと辛くなっちゃったり、寂しくなっちゃったり、いろんな感情や出来事があると思うんですけれども、まずはね、自分の暮らしを整えるというところから始めていくと、絶対ね、日常も楽しいものになっていくので、ぜひお気に入りのものに囲まれて暮らすということをぜひ楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。